油。今日も一日頑張りましょう。新サービススタート。どんな忙しいのにも本発助けたらそこでストップしてしまう。まず違うのは土俵が違う。量が違う。すみません、どうぞ。はい、どうぞ。コシヒカリ、下村さんの。それで駅からほら、登録証もらってるんです。もう30年、の世からずっと下村さんのコシヒカリだから。これは昨日のね、残りね。残り言うたら言葉は悪いけど、一番染みとって一番うまいやつ。またこれまで検察側はバイオを受けたからだと主張しました。あたりで高校の先輩から紹介されたゲーム。これはほら、味噌、串。空気の反応。そう。
ートクリームたっぷりのスイーツを堪能。続いて牛乳感っていうかミルク感っぽいカスタードって呼んでもいいと思います。本当に豊かで目力が見ててもうそのままお魚かなって。めっちゃ可愛いな。増量してくれ増量してくれってお客さんよく言われるんやけど、もう結局串も麺の数次第なんや。麺がもう少し出ればもうちょっと増量できる。要はほら肉取る量によってこれ決まっちゃうから。中国から来るとき塩漬けになってこないじゃん。塩漬け草薙、それでその塩をねこれで3回目、塩抜き、私は朝ストレッチをしてからお出かけしています。今日も一日頑張りましょう。この入れ方を間違うと、スープが濁る。熱いから最新のニュースをお伝えします。ありがとうございました。
これを発案してこういう焼き豚にされたんだから僕はここで当たり前や思って作ってるだけで、いや僕もねこの焼き豚が好きでハマったんですよ、サラリーマンで。で丸高屋のその従業員募集に出た時にすぐ会社に寄付がいてその日に思ったよりもしてるで自分で独立の道が開けたわけ、まず募集がなければ多分今頃またサラリーマンもうリタイアしてます。サラリーマンやってたよね。それでもう独立されたんですか？初めの1年は社内忙しい本店にいたんですよ。だから1年目に新庄ができて、で親父さんから店長やってくれんかって言わはったんやけど、正直言うてほら自分で独立考えとったしさ、そんな無責任な店長を受けるっていうのはちょっと無責任かなと思って、いやちょっとって言うとったら、じゃあ責任者でもいいからやってくれんかって言わはったので分かりましたって言うと。広いからこの3倍ぐらい入れるから1時間にね140つくんですよ。それが4時間続いたの。若い者に任したい30分で値上げだ父ちゃん助けてくれって言ってたからあの時まだね俺頭しっかりしてたよね。お愛想せんでもいいいうあれもあったのかもしれないけど40人ぐらいの順番を覚えてたからね。赤身の方がね、焼き豚になりにくいから焼き豚にもあえてしない、そういうとこが牛の赤身になる。苦しい。まだほらやり手お母さんなっちがいっぱいおる、で僕まだほら30過ぎでしょ、おばちゃんだからみならはあんちゃんやで、あんちゃんに包丁持たすなってああいうことだね包丁持つためにできてる本当に指全部パソですよさあさえじゃねえ包丁なんて持たことないもんね。
たその瞬間から、いや潰れるまで潰れたらどうしよう。これね、別にほら丸高屋の看板しょっとるわけでもないけど、あの時の丸高屋っていうのはもう壮大で、もう最高の味出してたと自分では思ってるから、それを受け継ぐだけでももうまずその大丈夫や。まあそれしか思ってなかったから。しかも全部俺がやってたんだよね。全部。本当は違うはずない。違うはずないやけど、まず違うのは土俵が違う。量が違う。違うとすればそれだけだけど、土俵と作る量が違うだけだから。だからそんなにはね、変わったものは作ってなと思うね。あの時の丸高屋は本当そうだ。あの時はもう本当にイケメンだわ。さすがに見かけると親方、おいちゃんと変わってやるわいいんで言うてみて、そんなで変わってやるの彼女も言わんだし、どんな忙しいのにもほっぱつけやる。いやそれがまたいかったよ。ああ、なるほど。助けたらダメ。またなんかほらすぐ助けしまう。助けたらそこでストップしてしまう。でもさすがに選挙の早期休会の時はさすがにもう何したのかわからんのか。それだけお客さんがいっぱい来られて。そう。でも作っても何してでもお客さんはもう玄関のとこ真っ暗になってるから。その場でやる。あれがパニック第1号やって。これおでんのからし。特徴ある大根なんですか。特徴はね、下が丸い。でね、だから先の先まで使える。といういい大根ならいいけど、今切ってんだけどさ、なんか時間かかりそうな、その触った感じもある。切りにくいんや。こんな遅くないからね、大根。
しばらくすると本当に怖くなってくるから。油とその赤身のバランスが一番いいところが三枚肉やからね。だからほら焼肉でもカルビが一番でしょ。カルビっていうのはバラやから。だからやっぱいや肉のうまみは油の質。やっぱ赤身だけで食べとってもバサバサするだけ。2回くらいしてみようか。油だけね。油だけ。はい。しんちゃん、ニンニク油は？ニンニクだけ入れる？はい、ないです。いや、間違って180持ってきないとよ。メインイベントあげますよ。まあでも収まったのはもう一回行ってみて行ったら出たことないわ。その通りです。茨城にある地元密着型の観光網からパンの世界大会に出場するオーナーシェフが作ったクリームパン。ふわふわ食感の生地に滑らかでコクのあるカスタードクリームがぎっしり。カスタードのしっとり感なんです。そうなんですよ。本当に美味しい。クリームの味が。あれ食べました今。ウェイト全部食べました。ないもらってない。迫力
術を磨くために何をやっているのか聞いた。はいどうぞ。あ、すみません、どうぞ。はいどうぞ。あ、すみませんね。はいどうぞ。ランキングまず大盛り2つ固めから出ます。思い出させてくれる。の前にやってきた。ダメの声出た。はい、これ1番。それ両方へ。一番テーブル。1番テーブル。はい、それ油だけ。油、はい。もうありがとうございます。4番。おーい、醤油作ってくれ。ラーメン油とだし。はい、次ニンニク出るよ。追い込み1位に輝きました。塩
両方多め。両方ね。はい、固めなし。木の家は深刻でした。木の家は気を使ったら麺の方をおろしますね。初めてです。初めてです。入れてください。肉油入れてください。おでんとか、シナチャのライスいらないです。はい。じゃあシナチャ一つとチャーシュー。ニンニク油全員油だけ入れてくださ言われるんですね。はい。
今日は何を頼まれましたか？これ長野中華そば久しぶりに食べたら美味しいです。豚肉ですね。はい、何個入れます？はい、そうチャーシュー麺ニンニク油は入れた方がいいですか？はい、チャーシュー麺。うまいですシンプルでなんか映画に日本も出るし2つ両方1つだけはい、2つ両方はい、1つなしはい油金沢からなんで距離があって来れないんですけど金沢から来られたんですか？すごく美味しいです
つい臭い匂いが全然ないんで。これを食べに行きますよ。またいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。家から来る途中にスーパーがあるので、そこに寄ってからこっちに。ここに住んでないもんで、隣に住んでます。あ、そうなんですか。はい。こっちで下茹でしたのを今度は後でこっちに入れて、タレとか油で味を変えてる感じです。お店のプロデュースを海外の方でいろいろ回ってて、英語もできないのにポットも行って外人さんと一緒にラーメン作ってまして。1は10何個とか出るので。この塊。そうです。豚バラですね。ちょっと特注で大きいサイズにしてもらってます。家系とか言いますか。油。スープではなくこれ背脂で、もうこっちスープといえばスープなんでぼんじりですね。ったのはデカ丸の丸々が2枚と、このタイプのものが1個、はい、これがなくなってしまうと丸々が3枚になってしまいますけど、はい。
塩分を見てました。塩分を測る。そうですね。もう本当何十年以上前から、ラーメン業界でこんなの使ってるのは本当なんか工場で作ったラーメン工場みたいなところななんかやるかもしれないですけど、個人店でやるっていうのはあんまり。これちょっと分かりますか？これまだ調整しないといけないですけど。さすがに。あとスープの濃度が測れるんで。味の狂いがあんまりなくなる。そうですね。はい。この味付けも夜やってます。こちらさっきの背脂。これ背脂です。はい。まあ昔ははい。普通に炊いてやってたんですけど、今は圧力鍋使ってるんで、自分のところはちょっとそれだとすごいスープが汚れたなんか汚い色の悪いスープが出るので、下処理はしてから骨は煮込んでます。
ませ、お待たせしました。お好きな席どうぞ。はい、すいません、どうぞ。いらっしゃいませ、お待たせしました。いらっしゃいませ、お待たせしました。いらっしゃいませ、お待たせしました。野菜増しのチャーシュータッピングで人気もちもちチャーシューのニンニク増しましておいしさは理解値で大丈夫です。ここに2つ。何をお先しますか。ラーメンでございます。お待たせいたしました。後から失礼いたします。ラーメンでございます。お待たせしました。ラーメンでございます。行ってみよう。ちょっとここがザラザラになるんです。そうするとスープの海苔が良くなってよく絡みます。
優しい。はい、すいません。お待たせしました。たまに、はい。このデカ丸の麺多めとチャーシューでいつもの味で美味しいです。金沢からなんで距離があって来れないんですけど、金沢から来られたんですか。すごく美味しいです。いつも何を頼まれるんでしょうか。いつもこれデカ丸って言って二郎系の、ラーメンなんですけど、こってり系ですけど、全部食べれる、スッと入るぐらい美味しいです。はい、ございます。気をつけて。ありがとうごちそうさま。ありがとうございます。マルキブラックでございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。全部食べられました。はい。はい。美味しかったです。きつかったですか。ちょうど。ちょっときつかったですね。はい。ありがとうございます。デカ丸の麺少なめのやしでございます。どうぞ。ここに来たらしょっちゅう来ます。どちらから来られたんでしょうか。自分高岡です。これを食べに来ました。おすすめのメニューとかございますか。超濃厚ラーメン。超濃厚です。濃厚ラーメンが。そうです。こればっかり。最高です。しばらくお待ちください。初めて来たんです。はい。デカ丸を注文しました。食べ応えあります。はい、結構食べ応えあってお腹いっぱいになりそうです。お味の方はいかがでしょうか。とても美味しいです。はい。
回目か3回目ですよ。はい。味ですか？うまい。デカからテッサです。あっさりの餃子1、カラタン1で。お待たせしました。はい、こちら辛味噌豚骨でございます。お待たせしました。餃子やってある。ゆっくりどうぞ。お待ちいただきます。ゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。3番。すいません、お待たせしました。鉄鍋お熱いのでお気をつけて。お願いします。ありがとうございます。お茶でどうぞ。たまに月に1回ぐらいですけど、量も多くて味も濃厚で美味しいんですけど、デカ丸っていうこの量とか乗せるやつが一番おすすめです。かなりでかいですよね。そうですね、量を比べてもいいですか？はい、すみません。そうですね、量も大きくて非常に満足しています。
富山県で一番最初に入れられたって書いてあります。はい。どういう機械なんでしょうか。豚骨スープを作るスープなんですけど、一番は短時間で出来上がる。競歩の選手なんですよね。そうですね。まあ現役時代の時は日本代表で、日本代表。はい。8年間ほどオリンピック強化指定選手、まあ日本記録も今も残っているものもあります。距離によってですか。そうですね。すごいですね。でラーメン屋さん始められたきっかけとかは、はい、どんなきっかけでしょうか。まあ競技やってたんですけど、はい、競技ではやっぱり食べていけないもんで、まあラーメン屋になったのは、まあもともとここが親が食堂やってたもんで、はい、そこを手っ取り早く何かやれないかなと思って、第一次ラーメンブームがちょうどあった時期だったんで、まあ、大学時代よく通ってたラーメン屋さんがあったんで、そこで修行しました。まあそこ以外にもあと2つ、まあ、全部で3つ修行して、でそれからこっちに戻ってきてお店始めました。はい。で競歩の魅力ってなんでしょうか。競歩の魅力。高校2年からやってるので、はい、魅力。中学から陸上部で棒高跳びと長距離選手をやってたんですけど、高校2年になってから競歩ちょっとやってみないかっていうふうに言われて、もうなんか教えられてないのに競歩の歩きになってたみたいで、ちょっと続けてみないかって言われてたんですけど、なかなかやっぱり最初はやっぱりかっこ悪くて、大会とかにも練習せずにまあやってみっかみたいな感じでやって出たんですけど、そしたらいきなり県で入賞でトントン拍子で国体3位とか、もうちょっと続けてみようと思って大学に行って、で大学になってからも日本代表とかなって、まあ、競歩のセンスがあったんですね。まあやればやるほど速くなってたもんで、落ちることがなくで、まあ、ずっと続けたとか感じですけど。鶏油というのは家系でよく使う鶏の油ですね。はい。鶏の油。はい。タレセットして、なるほど。器に先に測っておいて入れてしまえば混ぜるのちょっと楽なので。予約ができるので。しゃいませ。はい。唐揚げ盛りになります。
粉と寒水を混ぜるとラーメンの麺になるんですけど、ただの水だとうどんとかそうめんとかそっち系になって、自分のところは自然な寒水入れてるんで、寒水臭い匂いが全然ないんで、この油を取る感じ。これがデカ丸のタレになるんですけど、返し的な感じですか？そうですね。これがオープンしてからずっと継ぎ足し使ってるんで、減ったら醤油を入れてずっと、焼き鳥のタレみたいな感じでずっと同じものを使ってます。これはデカ丸とかカルボの麺なんですけど、これは加水率が高いので、細麺の方は加水率低めなんですけど、高いともちもちっとした感じになります。はい。厚さが変わってきてますね。ああ、そうですね。平打ちだとこの間隔が広いんです。これが細いっていうことは、この縦の状態、横じゃなくて縦の状態でこう落ちてくるんです。そうすると何がいいかというと、この部分でちょっとここがザラザラになるんです。そうするとスープの海苔が良くなってよく絡みます。でここがちょっとぷくっと膨れるんで、見た目よりはちょっともちもちとした感じになります。それも硬い。そうじゃないか。ブレンドしてる感じですね。この穴から出るときに水、この中にある水と油が吸着する感じです。強制的に吸着させる。豚の頭はこんな風に結構チャーシューが特注で作ってるもんでちょっとでかいんですけど、
10分放置して、でもう開けてしまう感じかな。はい。6時間も出てないと思うんですけど。塩ラーメンがよく食べます。まあラーメン自体も3種類、塩醤油と白湯系とやってるんで、それに合わせた麺作りですね。どちらから来られたんでしょうか。おはようございます。今日も暑いですね。暑いですね。よろしくお願いします。お願いします。シェイ。時期によってこの温度湿度によってすごく変わるので難しいですね。いろいろ毎回試行錯誤、麺も3種類作ってるのでちょっとでも涼しい時間帯にやっぱりやらなくちゃいけなくて、まあラーメン自体も3種類、塩醤油と白湯系とやってるので、それに合わせた麺作りですね。鶏 100% 鶏スープですね。細麺だけです。塩ラーメンに使用してるのが細麺なんで、やっぱ一番よく作ります。出るので。ちょっと平打ちっぽい感じ。あと太麺はさらにもちもちと。こっちの方がもちもちです。太麺はちょっと太めで、まあ、使ってる粉も全部違うので、その特徴を生かして。ちょっと昆布、ちょっと椎茸入れて。
日の分のスープのガラ処理を今からするので、水出しで血抜きも兼ねてやってます。これは芯を取り出されてるんですか？そうですね、この外側だけちょっと塩ラーメンに散らすネギを今余ったネギはスープに入れるんで、香りがいいの。香りも昨日味付けして低温調理したなんか真空パックされてるんですか？そうですね、真空低温調理。豚ロースチャーシューです。これも低温調理してます。レアチャーシューっていうやつですか？レアまでいってないです。しっかりとまあまあ火入れはしてるんで、はい。肩ロースですね。肩ロース。
一応部位ごとに違う製法手法で、使ってます。塩だれと、あとは生姜を結構効かしたタレに漬物にます。鶏ももですか？鶏ももです。すごいですね。結構大きめにカットしてます。こちら何に使われるんでしょう？限定の昆布水漬物。鶏醤油ラーメンはそちら。途中でちょっとネギ、玉ねぎ入れて、生姜も入れてます。これを温められたら人気の鶏白湯になる。そうですね。白湯も今これ火にかけるんでドロドロの状態です。
これを冷やして次の日使います。何でも冷やします。とりあえず鶏の旨味が一応全部出たら、6時間の目安です。そうですね。週1か2週間に1回ぐらいですかなんですね。で塩ラーメンがよく食べます。面白いです。一番最初やお待たせいたしました。コンビニのトッピングで入ってお待たせいたしました。月曜の朝までにおればいいんですよ。こちらに出てもらってください。始
無添加っていうのもあってすっきりした味になって飲みやすいと思います。そうだと思います。どちらから来られたんでしょうか。塩ワンタンがよく来られるんですか。いや初めてです。近くに店があるっていう濃厚なスープなんですけど塩加減がちょうどスパイシーで美味しいです。まあよく昆布の風味が良くて美味しいです。